過去から現在まで4000年の歴史を持つ超大国中国、そして現在中国の政治権力の全てを握る中国共産党。果たして彼らが世界から疑われている隠蔽の歴史とは？というわけでですね、本日ご紹介するのはですね、なんと世界の超大国中国が誇る隠蔽の歴史なんです。中国の政治権力の全てを掌握する中国共産党。国ぐるみで行われた語られることのない隠蔽の歴史とは？四川大地震。まずご紹介するのは自然災害で受けた被害の隠蔽疑惑。2008年5月12日、中国の四川省でマグニチュード8クラスの強い地震が起こったんです。道路や電気、水道など全てのライフラインが断絶。死者・行方不明者合わせて8万人以上、21万棟以上の建物が倒壊するなど、中国国内の被害はとても大きなものだったんです。まさにね、この大災害とも言えるこの地震なんですが、その被害者の多くは学生だったんです。午後2時28分、学生たちはいつものように学校で授業を受けている真っ只中。そんないつもの日常を突如大きな揺れが襲います。そして避難する間もなく、ものの数秒で学校は崩れ落ちてしまい、悲惨なことにほとんどの生徒たちが瓦礫の下敷きになってしまったんです。発表によると、この地震で亡くなった学生の数は19,065人、学校校舎もおよそ7000棟が倒壊したんです。さらに四川省全体で犠牲になった人の数を見てみると、全体の被害者の 20% 以上が学生と教師だったんです。これはつまり、この地震の被害者の約 20% が校舎の倒壊による被害者だったというわけなんです。20% って多くないの？もちろん学校の時間は大人たちも働いています。もし学校と同じように会社のビルが倒壊したとしたら、被害はもっと大きなものになっていたはずなんです。なぜ学校での被害がこれほど悲惨なものになってしまったのでしょうか。皆さん想像つきますよね。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 校舎がつまりね、手抜き工事だったということなんです。実際震災後には被害に遭った学校たちは手抜き工事により建てられたのではないかという指摘が相次いだんです。建築のコストを下げるため、建築資材や鉄筋を本来必要な数より減らして建てられた学校だったかもしれないんです。これらの指摘に対し、中国政府も記者会見で、調査をして手抜きやごまかしが見つかるようであれば厳粛に取り締まると述べたんです。しかしその1年後に開かれた記者会見で発表された内容は衝撃的なものだったんです。それは、手抜きが原因で建物が崩壊した例は見つからなかった。これ誰が信じんのよ、こんなの。とある証言によれば、地震が起こってから3秒ほどで倒壊した学校もあったというんです。これは揺れで言うと 2,3 回ぐらい。それほどの信じられないもろさで崩れた学校を目の当たりにしている被害者からすれば、この発表は到底納得のできる結論ではないんです。しかし政府はその後、真実を求める声に応じることはなかったんです。それどころか、独自で学校の倒壊を調査している人を逮捕し、その口を封じた事例さえあったんです。そういった理由から、この四川大地震での発表は隠蔽を疑わざるを得ない事件の一つなんです。誰が見てもおかしいのに問題がなかったってのはおかしいよ。おかしい、絶対おかしいよ、これは。このね、四川大地震は、まあね、自然災害なんでね、人間がね、どうしてもね、逃げたり避けたりするっていうのが なかなか難しいんですけど、しかし次に紹介する人間が原因によって起こされた事故、つまり人為的な事故においてもある隠蔽の疑惑があったんです。温州市鉄道脱線事故。2011年7月3日、中国浙江省温州市で鉄道の脱線事故が起こったんです。脱線事故が起きたのは高速鉄道と言われる長距離の移動に使われる交通機関、つまり日本でいう新幹線です。夜8時過ぎ、通常通り走行していた高速鉄道。しかし橋に差し掛かった時でした。突如大きな落雷が列車を直撃します。やむを得ず緊急停車する車両。暗がりの中での立ち往生をしてしまい、乗車している人々の不安も募っていったんです。その時でした。突如列車後方から大きな衝撃が乗客を襲い、列車もろとも吹き飛ばされたんです。一瞬にして現場は悲惨な状況に。一体何が起きたというのでしょうか。なんと大きな衝撃の正体は、後方から猛スピードで追突した別の列車だったんです。時速数百キロとも思われるスピードでぶつかった列車同士は強い衝撃で線路から弾き出されたんです。終わってみると、停車していた列車の後方の車両と追突した列車の前方の車両合計6両が脱線。そしてうち4両は事故直前に停車した高さ20メートル以上の橋から落下してしまうんです。いや、もうかなり悲惨な状況ですよね。
発生から間もなく救助と事故の捜査が同時にスタートします。被害を受けた車両は6つ、満員になれば600人ほどが乗っている可能性があります。さらに夜の暗がりという悪条件、被害者の安否が全て判明するには時間のかかる大捜索が必要だったんです。それにもかかわらず、なんと事故の捜査と生存者の捜索はその日の深夜に終了してしまうんです。これまだ生きてる人大勢いるんじゃないのこれ。そうなんですよ。もうね、この対応がね、もうおかしいんですけど、さらに世界に衝撃を与えたのはこの後の中国のお粗末な対応だったんです。なんと捜索隊は捜索を終了した後すぐに事故に遭い壊れた列車を埋め始めたんです。それは事故発生から24時間も経っていない翌日の午前中のことだったんです。車両の一部を重機で粉々に砕き、事故現場付近の地面に埋め始めたんです。まだ瓦礫に下敷きになった人々がいるかもしれないのに、なぜこのような行動をとったのでしょうか。その日の深夜、つまり事故が起きた夜から丸1日以上経ち、初めて政府から記者会見が開かれたんです。政府はこの不可解な対応について、地面がぬかるんでおり機械を現場に入れるための危機回避の措置だという説明をしたんです。しかし、たった数時間の捜査だけで事故車両そのものを解体してしまうのは明らかに異常。この発表によって死者数を隠蔽するために証拠となる車両そのものを抹消しようとしたのではないかという声が国内外から数多く上がったんです。少し考察してみると、事故に遭った6両っていうのは満員時には600名も乗れたんです。でもこの発表によると負傷者が211名で死亡したのはたった35名だったというわけなんですね。脱線するぐらい衝撃だったのに600の半分にも満たないって本当それ。実際に車両を地面に埋め始めた日の夕方には2歳の女児が事故車両から救出されているんです。つまり明らかに捜索は不十分だったと言えるんです。しかもこのような大事故であるにもかかわらず、事故発生翌日の中国の政府メディアは一切この事故を報じていなかったんです。他国である日本ですら中国で起こったこの列車事故をトップニュースとして扱うほどだったにもかかわらず、実際の被害者の数が一体どれくらいなのか、なぜ事故が起きてすぐに捜索を打ち切り車両を地面に埋めてしまったのか、被害者とその親族の思いと国民の怒りだけが宙に浮いたまま、今となってはその真実は知りようがないんです。そしてそんな思いをよそに、この鉄道は事故の翌日には運転が再開されてしまうんです。結局なんで埋めちゃったのか分からずじまいってことよね。そうなんですよ。まず埋めたのも意味わかんないし、実はやっぱ埋めたってことは何か見られてはいけないものがあったとしか考えられないんです。ここまではいろんな不可解な対応をご紹介したんですが、この後にご紹介するのは決して歴史的にあってはならないある民族弾圧の話なんです。ウイグル騒乱。2009年7月5日、中国の新疆ウイグル自治区という地区で、後にウイグル騒乱と呼ばれる事件が起こったんです。ウイグル人のデモ隊とそれを止めるという名目の治安部隊の衝突により、多くの死者と負傷者が出たとても悲惨な出来事なんです。ここでね、皆さんね、疑問に思うかもしれないんですが、中国の中で暮らしているのになぜ中国人ではなくウイグル人と呼ぶのでしょうか。中国の広い国土には50以上の多数の民族が暮らしています。そのほとんどを占めるのが漢民族。中国の人口の 90% 以上はこの漢民族で、なんと地球上の人類の 20% を占める世界最大の民族集団なんです。中国人というのはこの漢民族を指すことも多いんです。そんな中で 10% にも満たない少数の民族集団は中国の歴史の中でも常に弾圧の対象になっていたんです。そんな少数民族への弾圧や差別が暴走してしまったのがこのウイグル騒乱と言えるんです。ではね、実際どんなきっかけで騒動に発展してしまったのでしょうか。事の発端は2009年6月、広東省の玩具工場で起きたとある事件によるものだったんです。漢民族の従業員とウイグル人の従業員による乱闘騒ぎが発生し、ウイグル人2名が亡くなってしまう事件が起こったんです。しかし人が亡くなったにもかかわらず、漢民族側の刑事処分が曖昧なままにされてしまったんです。これにウイグルでの不満が今までの弾圧への不満と重なって爆発し、ウイグル自治区内のウルムチでデモが行われたんです。結成されたデモ隊はとても大きなものでした。およそ3000人が参加したデモはあくまで暴力は行使せず、これまでの不満をメッセージとして掲げているだけだったんです。現場にはこれを鎮圧しようと治安部隊が多数集まっていました。するとその治安部隊たちがただメッセージボードを掲げているデモ隊に対し突如発砲したんです。
あくまで平和的なデモを不意に襲った銃声。これによりデモ隊の怒りは頂点に達し、治安部隊に向かいます。それを機に激しい衝突が始まったんです。それは暴走するデモ隊とそれを抑える治安部隊と簡単に言えるようなものではなかったんです。多くの怒号、悲鳴が飛び交い、そこら中で血が流れる戦争と言っていいほどのものだったんです。最終的にはこの抗争により200名近い死者とおよそ1700人の負傷者が出たと報じられているんです。しかしね、これはね、あくまで公式発表とは言いつつね、これまでのことを振り返ると公式発表当てにならないですよね。なのでね、実際の被害者の数はということなんですよね。実際にはこの事件についてこういった主張をする人もいるんです。この衝突による死者は数千人に上ると。まさに戦場のような悲惨な現場。この日、実際にはウイグル人の死者、負傷者、そして拘束された人も合わせると1万人にも上ると言われているんです。1日で1万人もの人が街から消えたんです。さらにね、政府からね発表されたねこの騒動のきっかけ、これもねもうね意味がわかんないです。先ほども言ったように、初めは暴力に頼らないあくまで平和的なデモが行われていたんです。しかし中国当局はデモ隊との衝突がこのような大きな事件に発展した理由として、海外の独立運動組織がウイグル人を煽り立てて計画的に引き起こされた犯罪だったからだと主張し始めたんです。これって国としての公式発表だとウイグル人が悪者にされてるってこと？もうそうなんですよ。もう意味わかんないです。そもそもウイグル人をはじめ中国国内の少数民族は現在でもひどい弾圧を受けているんです。ウイグル族を中心に100万人以上が強制収容施設に送り込まれ、再教育の目的で自身の言語を話すことを禁止されるなど自由を奪われているという報道もあるんです。さらにその収容施設では虐待や拷問、殺人までが行われている可能性もあるという証言も出ているほどなんです。今世界は未曾有の危機に瀕しています。本日ご紹介したことを鑑みると、大きくは言えないんですが、私たちが知る由もない事実が隠蔽されているということもあり得る話かもしれません。チャンネル登録と高評価よろしくね。